どうもベルです。今回はグランドマフィアの戦闘攻略ということで、442構成についてやっていこうかなと思います。442は、424と同様に、このゲームの、受け側の基本構成の一つで、非常に理にかなっている構成です。適切に使うことで、非常に強い構成になりまして、このゲームの陛下の特徴を鑑みたときに、各陛下の特性を生かした非常に理にかなった構成になります。424と同様に、このゲームをプレイしていく上で、欠かせない構成ですので、ぜひ今回の動画、最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。では早速、442構成の話についてやっていきたいところなんですけども、その前に、前回の424の動画で、424構成に対して、なぜ208ではなく055を打つべきかというところで、最後問題の方を出させていただいたんですけども、こちらの答えを先に話していこうかなと思います。で、こちらの答えなんですけども、208だと、シューターを増やされた時に負けてしまうんですよ。424側は、もうシューターが凹んでるっていうところで、424を使う側からしても、もう相手がそこを狙ってくるってことは、もう分かってるんですよね。なので、あえて着弾の10秒前とかに、じゃあ一人がシューターの端子に入れ替えたりする可能性っていうのが、非常に高いです。で、そうなると、208だと負けてしまうんですけども、055ならば、仮にシューターを増やされたとしても、勝利することができますので、そこが非常に強い点なのかなと思います。では、本題の442構成についてやっていこうかなと思うんですけども、442構成は、ギャングの硬さと、シューターの高い攻撃力を、最大限に活かした構成です。このゲーム、各陛下ごとに、ステータスが違ってまして、ギャングが、最も耐久力があって、シューターが最も、攻撃力が高いです。なので、最も硬いギャングで、攻撃を受けて、最も火力が高い、シューターを、メインの攻撃役とするのが442です。この構成のいいところは、現在、攻撃側でかなり多用されている、シューターの端子に対して、安定して勝つことができまして、あと多くの構成に対して、有利を取ることができるので、非常に強い構成なのかなと思います。で、こちらの構成なんですけども、とにもかくにも、ギャングの HP を、全力で上げていきましょう。そして、シューターの攻撃力と、バイカーの攻撃力。この二つも非常に重要です。まず、ギャングの HP については、ほぼ確実にギャング受けになりますので、ギャングでどれだけ耐えれるかっていうのが本当にかかってます。なので、もうとにもかくにも HP を増やしていきましょう。そして次のシューター攻撃なんですけども、シューターがメインの攻撃役ですので、その火力を上げた、その火力を上げていくイメージですね。で、バイカーの攻撃なんですけども、ここ結構疑問に思われた方いらっしゃるかなと思います。なんで2割しかいない、バイカーの攻撃を上げる必要があるのっていうところですよね。で、こちらなんですけども、もう理由としては、もう相手のギャングを倒すため。もうこれにつきます。442に対して、複数陛下で攻める場合に、相手はほぼ確実に、442に対して、複数陛下で攻めていく場合に、相手はほぼ確実にギャング受けをしてきます。で、そうなった時に、相手のギャングに対しては、自身のシューターが活躍することっていうのはできないので、自身のシューターを活躍させるために、バイカーの火力を上げていくというイメージです。またギャングの攻撃は上げなくていいのっていうところだと思うんですけども、ギャングってあくまでシューターを倒すためにいるんですよ。で、そうなった時に、今回の442構成であれば、相手のシューターっていうのは怖くありません。ギャングがそれだけいれば、もうギャングで受けつつ倒すことができますし、こちらのシューターも、当倍で、相手の
相手のシューターに対して、ダメージが入ってきますので、そこまで攻撃を上げていかなくても、役割は十二分に果たしていけるのかなと思います。なので、それよりも、ギャングの HP と、シューターと、バイカーの攻撃力を上げていく。そのような、寸法なのかなと思います。また、シューターとバイカーの、攻撃を上げていきたいというところで、英雄構成としては、ギャング英雄1人、シューター英雄2人、バイカー英雄2人、2人で組んでいきます。とりあえず、セイントと、レッドローズとオーガの、バランス3人衆と、あとは英雄装備次第でもあるんですけども、残りのシューター枠については、ミッキーもしくは、シュパカブラ。で、残りのバイカー枠は、スノーストームか、あとはプロフェッサーですね。もしくは、ギルティガンダン。この3択になるかなと思います。もちろん、タイタンと、シャドウブレイドとミラーも、使っていくことは可能です。ただ、あくまで、英雄は金じゃないと、使えないので、そこは注意が、必要かなと思います。では、実際に、模擬戦をしたレポートを、見ていこうかなと思うんですけども、まずは、単種で攻められた場合ですね。まずはこちら、バイカーで攻められた場合なんですけども、一応これ負けてしまっています。この右側の、右側が、442で、攻めてきてる方が、バイカーの単種になるんですけども、ただ見てください。これ、ギャングで受けてるんですよ。本来だったら、めちゃめちゃ不利なギャング受けをして、この差なので、シューター受けをすれば、確実に勝利をすることが可能です。編成切り替えが間に合わなくて、ギャング受けした場合でも、そこまで大きな被害を出してしまうというわけではないので、今回はこちらを、採用してご紹介いたしました。では次に、シューターの端子ですね。で、今回こちら、編成じゃんけんに負けてしまった場合ですね。相手はギャングアサルトなので、横端2列に、シューターが配置されるというところで、こちらもギャングアサルトにしておけば、バイカーが攻撃されることはなかったんですけども、このように、編成じゃんけんで負けてしまっていても、勝利することは可能です。なので、この編成じゃんけんで、勝利することができれば、もっと良いレポートになっていくかなと思います。では次に、ギャングの端子ですね。こちらなんですけども、これが、端子の中では一番きついです。ギャング受けだと、もう正直かなりしんどくて、ステータスで大幅に勝っていないと、正直無理です。また、バイカーに切り替えた場合でも、こちらですね。バイカー受けをした場合なんですけども、この、442という割合だと、かなり、しんどいのかなと思います。でもこの話って、もう編成でどうにかなる話ではないので、もうこの解決策っていうのは、バイカーを増やすしかないんですよね。なので、相手が、ギャング単勝を打ってくる場合には、最後の駆け引きで、バイカーを増やしたりする必要があるのかなと思います。では次に、二種構成について、見ていきたいんですけども、まずは困った時の055ですね。で、なんですけども、この055に対しては、442で勝利をしていくことができます。で、この055って、あくまでシューターの攻撃を通すための構成なので、44には、そのシューターの攻撃を通したいバイカーがいないので、この055の適性がそもそもないんですよ。なので、相手が、055の強さを過信して使ってくる場合には、非常に442というのは有効なのかなと思います。では次に、二種構成で、442を倒す、最適解をお伝えしたいんですけども、これって皆さん何だと思いますか？これまでの解説で、思い出していただきたいんですけども、442側は、基本的にギャング受け。そうなると、バイカーで攻撃したいところなんですけども、44には、シューターの火力が非常に高いので、
そこで押し負けてしまって、結果的にバイカーターンしたと勝てない。そういうところだったんですけども、これ逆に、相手のシューターの火力を抑え込めるだけのギャングがいれば、バイカーの攻撃を通せるんですよ。で、その考えのもと、使われるのが、505です。505は、ギャング5割、バイカー5割の構成なんですけども、この構成であれば、442構成に対して有利を取っていくことができます。ただこれ、めちゃめちゃ重要なのが、全体の 2% ほど、シューターを入れるということです。まずこのレポートと、もう一つ、こちらのレポート、見ていただきたいんですけども、明らかに、こちらの、攻撃側が、少しだけシューターを入れて、シュータースクエアを入れた方が、圧倒的に、レポートとしては結果いい、05、すいません、505の攻め側として見たときにいい結果が出ています。これってなぜだか、皆さんわかりますか？この答えは、戦闘の動画を見ていくと、わかるんですけども、まずはこちらの、シューターなしの場合ですね。そちらを見ていきたいんですけども、こちらですね。かなり最初の方なので、注目していただきたいんですけども、こちら普通に設定してますよね。ただ、ギャングアサルトなので、一番最初の攻撃に、バイカーのこちらの、505側のバイカーの攻撃が間に合ってないんですよ。442側の、シューターに、先手を打たれてしまってて。で、一応もう一度、見ていこうかなと思うんですけども、バトル続行にして、スキップして、リプレイですね。ちょっと注目してご覧いただきたいんですけども、ですね、もうこのタイミングで、442側的にはもう、一番最初のところを思い出していただきたいんですけども、もう最初の一発目の攻撃時点では、442側の方が有利なんですよ。で、ここの、この442側の有利をなくしていくために必要なのが、このシューターを入れるということです。では、こちらの動画の方、覚えていたなんとなくでいいんですけども、少し覚えていただいて、こちらの、シューターを少し入れて、シューターを消した方ですね。そちらをご覧いただきたいんですけども、こちらで、ここですね。相手の505側のシューターが攻撃されるタイミングと同時に、505側の攻撃、ギャングとバイカーの攻撃っていうのも入ってるわけなので、こっちのバイカーの攻撃が遅れてるわけが、遅れないで済むんですよ。で、これって、ギャングスクエアでやった場合って、そういうことは起こらないんですよ。もう一つレポートがありまして、こちらですね。505側がギャングスクエアを使った場合なんですけども、ただこの場合って、先ほどよりも明らかに、505側の、505側から見て、結果としては悪くなってるじゃないですか。じゃあこれってなんでこういうことが起こるかっていうと、ギャングスクエアだと、バイカーが横2列の配置になるので、相手のギャングを半分削ってしまうと、タゲを変えちゃうんですよ。このように、最初は、ギャングを倒してるんですけども、半分倒した時点で、バイカーの方に、攻撃がガンガン行くようになってしまってますので、結果的に、先ほどの、ギャングアサルトだったり、シュータースクエアで攻めた方が、いい結果が出るというようになってます。で、本当にそれを解消したのが、この、シューターを、少し入れて、シュータースクエアにした505です。なので、本当505を打つときについては、もうこのように、シュータースクエアで、シューターを少し入れていただくのがいいんじゃないかなと思います。本当にこれ、知ってる人結構少なくて、本当こういう細かいテクニックで、ステータスの差っていうのは埋めていけるのが、このゲームの面白いところなのかなと思います。またこの442で、505に勝っていくことは無理なんですけども、505が最強というわけではなくて、505に対しては、均等構成だったり、あとは244とか、424とか、バイカーがそれなりにいる構成に対しては、505で勝っていくことは難しいので、
442を使っている場合は、相手が、505、442を使っていて、相手が、505を打ってくる可能性が高いのであれば、それらの兵士構成に、切り替えていくと、勝っていくことができるのかなと思います。はい。こちらで、今回の442構成についての、解説は以上となるんですけども、505と、ギャングタンシュ以外は、ほぼ全ての構成と戦っていくことができる構成ということで、非常に汎用性が高いです。このゲームの、元々の、兵化の強みを、最大限活かした構成というところで、必ず、防衛側の選択肢に、入ってくる構成になります。で、この構成の弱点である、ギャング単種に対して戦えるようにするならば、785とか。あとはもっと厳密に、6.5、8、5.5とか。私はぶっちゃけこの編成対応してるんですけども、本当ただ、どんどん、複雑な構成を使っていくにしても、442を使いこなせないことには、その複雑な構成を、使いこなしていくことはできないと思いますので、今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。次回の、戦闘攻略は、244についてを、予定してまして、なるべく年内に、投稿したいと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録及び、概要欄より X のフォローをしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。